こんにちは。今日はオルタネーターの動作原理について説明します。こちらがオルタネーターです。オルタネーターはどんなものかというと、自動車についている発電機のことです。オルタネーターを見てみると、こちらの部分に回転する部品があります。こちらの回転する部品はプーリーと言います。こちらのプーリーにベルトを引っ掛けます。引っ掛けたベルトはエンジンにつながっています。エンジンを始動するとエンジンが回り始めて、そしてこちらのゴムベルトに引っかかったプーリーも回転し始めます。オルタネーターの中には電磁石が入っています。そちらの電磁石が回転することによって発電が始まります。ということで早速分解して見ていきます。それでは早速オルタネーターの中身を開けていきます。こちらに蓋がついていますが外してしまいます。これは一度分解したものをある程度仮組みしたものです。今蓋を外しました。中身はこのようになっています。ここからさらに取り外します。取り外しました。こちらの取り外した部品はレクティファイアとレギュレーターが一体となった部品です。それプラスここにブラシもついています。詳しく後で見せます。こちらの部品についてもさらに分解できます。こちらは固定子です。オルタネーターのレクティファイアに接続されます。そして最後のこちらの部品が回転子です。このように回転します。こちらの回転子の部分にコイルが巻いてあって、そちらのコイルに電流を流すことによって電磁石になります。そちらの電磁石が回ることによって発電します。取り外した部品を並べました。まず大まかにこれらの部品がどのように接続されているか話します。まずこちらですが、ちょうどこちらの金属の部分がレクティファイアです。レクティファイアの裏側見てみると、こちらに端子が6個ついています。こちらの固定子の部分にも端子が6個あります。こちらの固定子の端子とレクティファイアの端子がこのようにつながります。このように接続することで固定子から出てきた交流の電圧をレクティファイアを使って直流の電圧に整流します。レクティファイアと一緒にレギュレーターも一緒についています。こちらのヒートシンクがついている部品がレギュレーターです。発熱するんでヒートシンクがついています。でレギュレーターにはこちらにブラシと呼ばれる部品がついています。こちらは回転子の部分です。でこちらの部分に鉄芯があって、中の部分に巻き線が巻いてあります。中に巻いてある巻き線はこちらのスリップリングに接続されています。こちらのスリップリングとレギュレーターから出ているブラシをこのように接触させています。レギュレーターからブラシとスリップリングを介して、こちらの回転子に巻いてある巻き線に電流を流します。巻き線に電流が流れると電磁石のようになります。そしてこの電磁石が回って、こちらの固定子に電圧が出てきます。電圧をレクティファイアで整流して、そして12ボルトの電圧が出てきます。こちらが全体の回路図を書き起こしたものです。こちらにコイルが巻いてありますが、これが固定子の部分です。固定子の部分から端子が3本出ています。実際の固定子は6本出ているんですけども、簡単化のためにとりあえず3本だけにしておきました。これについてはもう少し詳しく後で説明します。3本出てきた線がこちらのレクティファイアにつながります。この部品です。こちらのダイオードが6個ついているんですけども、これがレクティファイアです。レクティファイアで電圧を整流した後はもうそのまま直接バッテリーに接続されます。次にこちらの固定子の中にあるのが回転子です。ちょうどこちらの部品ですね。こちらの回転子はスリップリングとブラシを介してこちらに書いてあるレギュレーターに接続されます。レギュレーターがうまいこと電流を流して発電する電圧を調整してます。これについても後で詳しく説明します。こちらのレギュレーターはバッテリーから電圧をもらって動作します。このバッテリーの電圧は12ボルトですね。とりあえずこんな感じです。それぞれ個別のコンポーネントについて話していきます。まず回転子です。ちょうどこの部分にスリップリングがあります。プラスとマイナスがそれぞれあります。スリップリングのすぐ近くにはこのように端子が出ています。1箇所と2箇所あります。その端子がそれぞれこちらのスリップリングにつながっています。
このスリップリングの端子には巻き線がつながっています。巻き線はどこに巻いてあるかというと、こちらのコアの中にたくさん巻いてあります。ちょっと拡大してみます。今ちょうど見えると思いますが、この部分にたくさん巻き線が巻いてあります。この巻き線に電流を流すと電磁石になります。何のためにこちらの回転子の部分に巻き線が巻いてあるかというと、それは電磁石にするためです。電磁石について今更説明する必要はないと思いますが、念のため軽く復習だけしておきます。電磁石というのはこちらの鉄のような磁性体にコイルを巻いたものです。そしてこちらのコイルに電流を流すと、こういうふうにくっつくようになります。これが電磁石です。電流を切るとこのように磁石ではなくなります。こちらの回転子についても同様に磁性体の金属材料が使われています。ちょうどこのギザギザしている部分です。これをクローポールって言います。クローポールっていうのはクローですね。こういうふうに鍵爪があるんですけども、その鍵爪がこういうふうに噛み合わさったような形をしています。回転子のコイルに電流を流すことによって、こちらの鍵爪一つずつが N 極 S 極 N 極 S 極というふうになります。そして電磁石になった回転子をこちらの固定子の中に通してあげます。これが通常の状態ですね。オルタネーターの通常の状態です。スリップリングを通して回転子の巻き線に電流が流れている状態で、回転子が回転すると、こちらの固定子の端子に電圧が出てきます。この電圧が出てくる現象なんですけど、これは理科の授業でやった電磁誘導です。ちょっとした実験を準備しました。こちらに巻き線があります。実際固定子はこのようになっていて、固定子にも巻き線がたくさん巻いてあります。この状態を今再現しています。こちらの巻き線のすぐ近くを電磁石が通った時の電圧の波形を見てみます。電磁石の代わりに普通の磁石を用意しました。N 極から磁石が出て、で S 極に戻っていく、そういう風になっています。この磁石を巻き線にこういう風に近づけると、このように巻き線から電圧が出てきます。実際の固定子の中で同じように磁石を回しても同じような現象が起こります。じゃあ回転子にこんな複雑な電磁石なんて使わないで、中に磁石1個入れて回せばいいじゃないかって思うかもしれないんですけど、実はそれだとうまくいきません。これは回転子の部分に磁石を使ったオルタネーターです。通常回転子の部分には電磁石を使いますが、今は特別に磁石を使っています。で、これが固定子の巻き線です。こちらの回転子についてはこの矢印の方向で回転します。この時に固定子の巻き線から出てくる電圧はこちらの式で表されます。E イコール K ファイオメガサインオメガ T です。K というのは適当な比例定数です。モーターの形状であったり、モーターのこちらの巻き数であったり、そういったことによって変わります。次にファイは磁石が作る時速です。強い磁石ほどこちらのファイは大きくなります。次にオメガですが、これは回転子の回転数です。回転子ですが、プーリーとベルトでエンジンに接続されています。つまりエンジンの回転数が上がるほどこのオメガは大きくなりますし、回転数が下がるほどオメガは小さくなります。で、最後にサインオメガ t は、これは単なる正弦波です。三角関数ですね。この式から何が言えるかというと、K とファイはエンジンの回転数によらず常に一定です。一方でこちらのオメガはエンジンの回転数が高くなるほど大きくなりますし、エンジンの回転数が低くなるほど小さくなります。つまりどういうことかというと、こちらの縦軸を今電圧にして、横軸をエンジンの回転数にします。例えばアイドリングの回転数600回転でこちら 12V 出ていたとします。固定子の電圧はオメガと比例関係にありますので、こういうふうにエンジンの回転数が高くなればなるほど発電する電圧もどんどん大きくなってしまいます。磁石をゆっくり動かした場合は低い電圧しか出てきません。ここで磁石を速く動かすと高い電圧が出てきます。
例えば、この時点で 36V とかそういう風になってしまうわけですね。この後どうなるかっていうと、当然バッテリーは壊れてしまいますし、その他の電装の部品も壊れてしまいます。これが回転子の部分に磁石を使っていない理由です。で、ここで活躍するのがレギュレーターです。レギュレーターと電磁石を組み合わせます。今まで電磁石と呼んでいましたが、実はちゃんとした専門用語があります。この回転子の電磁石のことを回磁と言います。で、この巻いてある巻き線のことは回磁巻き線と言います。で、そしてその回磁巻き線に流れる電流のことを回磁電流と言います。レギュレーターの役割はブラシとこちらのスリップリングを介して回磁巻き線に流れる回磁電流を制御することです。この図を使って動作を説明できます。で、これが固定子の巻き線です。そしてこちらに回磁がありますが、先ほど話した通りこれですね。で、そして最後にレギュレーターです。レギュレーターの役割としては、充電中のバッテリーの電圧を常に一定にすることです。発電中のバッテリーの電圧を一定に保つために、回磁巻き線に流れる回磁電流を調整します。回磁電流は直流の電流です。固定子から出てくる電圧は E イコール KIF オメガサインオメガ T です。こちらの K は適当な比例定数です。こちらの IF は回磁電流です。直流の値です。オメガは回磁の回転数です。エンジンの回転数と比例します。バッテリーの電圧が高くなりすぎるのを防ぐために、エンジンの回転数が上昇したら回磁電流を減少させるような動作になります。逆にエンジンの回転数が低いとき、アイドリングの状態のときは回磁電流を多く流すように制御します。つまりどういうことかというと、こちらの横軸が今エンジンの回転数、縦軸が回磁電流にします。エンジンの回転数が低いときは多く回磁電流を流して、エンジンの回転数が高いときは回磁電流の値を小さくします。結局発電電圧はどうなるかというと、これは横軸がエンジンの回転数です。縦軸はレクティファイアを通った後の電圧にします。で、実際こちらの固定子の巻き線にはレクティファイアが接続されてますが、今は省略しています。こういうふうに一定の値になるようになります。で、この電圧のレンジなんですけども、通常の自動車だと発電電圧はだいたい13から14ボルトくらいです。常にこの13から14ボルトの間になるようにレギュレーターを制御します。どういうふうに制御するかというと、回磁電流を制御します。再度実験します。一つの磁石を早く動かします。この時の電圧波形です。ここでエンジンの回転数が落ちた状態を再現します。つまり磁石をゆっくり動かします。電圧は半分ほどになってしまいました。元と同じ電圧の振幅を得るためには時速を増やす必要があります。つまり回磁電流を増やします。この場合だと磁石を2つに増やします。時速が増えたおかげで磁石をゆっくり動かしても大きい振幅が得られています。再びエンジンの回転数が上がると電圧は大きくなりすぎてしまいます。なので時速を減らします。高速で動かした場合でも元々と同じ振幅が得られています。実際の自動車で充電中の電圧が低くなりすぎたり、あとは電圧が高くなりすぎたりする故障がありますが、そういった場合はですね、こちらのレギュレーターが壊れているか、それかレクティファイアが壊れているか、そのどちらかだと思います。最後にレクティファイアと固定子について少しだけ説明しておしまいにしたいと思います。こちらのレクティファイア、何かと言いますと、ダイオードを使った整流器のことです。こちら3層の全波整流回路が2回路入っています。で、レクティファイア部品を見てみると、ここの部分に金属のプレートがありますね。で、こちらの金属プレートなんですけども、オルタネーターのフレームに接続されていて、ヒートシンク代わりになっています。で、こちらの金属プレートの裏側を見てみると、こういうふうに見えますか。この部分にダイオードがついています。で、こちらの金属プレートには合計6個ダイオードがついています。こちらのヒートシンクがついている部品があるんですけども、実はこの後ろにもこんな感じで
ちょうどこちらの部分にダイオードが全部で12345個ついています。レクティファイアの後ろ側に端子が6個ありますが、固定子から出ている線がこういうふうにつながります。そして固定子から出ている交流の電圧をレクティファイアを使って直流に整流します。こちらのダイオード整流器の入力端子が全部で6個あって、そしてこちらの固定子の巻き線の端子も全部で6個あるわけですね。でこれがどういうふうにつながっているのかちょっと見てみました。で結果は単純で、3層のダイオード整流器が2つあって、でそれをただ単純に並列に接続しているだけでした。でこちらの青い線がこの固定子の巻き線ですね。6本出てます。で並列にしている理由は不明ですね。信頼性の向上だとかいろいろ理由があるんだと思います。でちなみに3層ダイオード整流器なんですけども、電圧波形がこういうふうに120度ずつずれた3層の交流波形が入ってくるわけですけども、でこの3層交流の整流についてはちょっと難しすぎるので、この動画では省いてます。もし気になる人がいたら過去にこの3層整流器の動作について動画を作ってあるので、そちらの方もぜひ見てください。ということで本日の動画はおしまいです。今日は、オルタネーターを分解してみました。中身もこういうふうにね全部バラバラにして、意外とねこういうのどういうふうに作ってるかっていうのはわからないんで、バラしてみると面白いと思います。というわけで、もし動画役に立ちましたら高評価お願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。